なんでこのブルーのリングを買ったかっていうと、もう本当に陸眼の輝きじゃんと思って、私は陸眼の輝きを身にまといし者になりました。Try to fight the heavens. Good girls aren't the one. I'm a flower and it bloom. I could shower you with love. You can keep the keys to your dreams. See the magic world, you know I'm yours. This love is a fate of the boundaries. You took the words right. Take it slow. You the type of dime I'm really trying to get to know. If it's cool with you, maybe we can hit the show. I can take you places you ain't know you wanna go. Baby girl, slow it down before you catch a feeling. You don't know this where I've been, I have been a minute. I've been trying to take my time cause it's been a minute. Really all I'm looking for is Mrs. Independent. Yeah, I heard the good girls do it better. Love a little harder and it get a little wetter. Go and get good girl whenever we're together. Anytime she need it, I'ma bring a sweater for the weather. I'ma give you the world, now it's pushing it. I'ma give you my time, start booking it. Nowadays we turn away from all the ushy gushy shit. Everybody looking for love, but never look at it. Want you to go someday. I'm gonna take you there. I'm gonna take you there. Good girl, real high with the latitudes. And you're smart, turn around what the brains do. Independent and your credit score beautiful. You fine as hell, baby girl, I'm so proud of you. うまっ。年末に大掃除しながらちょっと模様替えをして、ベッドが置いてあった場所にデスクを置いて、ちょっと汚いんだけど、デスクがあった場所にベッドを置いて、くぼみにジャストフィットでした。クランプ先生の原画をリビングから自室に移動したり、前もデスクに飾ってたこれクランプ店のカードを並べた物もこっちに飾って、ちょっと日焼けはケアしなきゃいけないのでカーテンを買おうと思ってます。壁に貼っているのはマチスの絵をコンビニで印刷してきたやつとかで、本当は絵画のやつが欲しいんですけど、全部買ってるとお金に大変なことになるということで、少しずつ集めようかなと思ってます。ちょっと配線が見えちゃうんだけど、この青い机は IKEA で買いました。でずっと引っ越した時から買って持ってたんだけど、組み立てるのがだるくてやっと組み立てました。で、ろうそくはライトです。夜につけるといい感じ。小窓に飾っている、まず初音ミクちゃんのヌードルストッパー、めちゃくちゃ可愛くて、これ1万円とか取られなくていいんですかって思った。本当に可愛い。後でアップで見せます。で、こっちはがっつり3万6千円ぐらい取られた陰月くんの、スターレールの陰月くんのフィギュア。これは本当にお値段相応というかお値段以上の出来でとっても良い。後で見せます。で、ミクちゃんの方は髪の毛とかフリルのデザインがかわいい。すんごい。なんか美少女フィギュア、おさやに飾りたくなるぐらい服が可愛いとテンション上がるよね。可愛すぎる。なんか お顔もビスクドールみたいで可愛い。この顔が良すぎるスターレイルというゲームのキャラの炭鉱陰月くんは、私が多分動画を撮ってないうちにスターレイルにダダハマりしているんですけど、原神がマップの探索率が全てのマップで 100% になってしまって、稲妻だけ99とかかな。で、それでちょっとやることがなくなってしまった時に、仲いいオタクにお前はスターレイルをやれってすごい言われて、分かったじゃあやるかっつって始めたら見事にハマって、
とんでもない期間で走り抜けて今最新面まで来ており、でなんか誰のことが一番好きになるかなって思ってたんですけど、もちろん皆さん好きなんですけど、自分でもちょっと予想外のところにはまって、炭鉱という最初の旅の仲間、一番最初から私と一緒に旅をしてくれてる仲間の男にドハマりして、でその炭鉱の、ちょっとネタバレですが、なんか変化したフォルムがこの陰月くん。何言ってるかわからないと思うんですけど、顔の綺麗さと造形のやばさが伝わればもうそれでよしとします。いい顔がいい。なんて服を着てるんだね君は。動画を撮らないうちにフィギュアとかグッズが増えてる気がしてて、ちょっともう覚えてないんだが、委員長のフィギュアはさ、動画に出てない？私が2時3時で一番好きな VTuber で、かわいいアイドル衣装です。あ、危ないパンダスが。これはギャグが好きな人が読むべき商業 BL。後ろに旦那さんがいるので字幕であらすじを説明します。口に出すのがはばかられる。これはね、オタクに勧められた吉永文さんの漫画。まだ読んでないからちょっと出しっぱなしにしようかな。一旦しまうか。大奥の並びに並べようと思ってウキウキしてます。動画を撮らないうちにいっぱい漫画を買ったんですけど、ちょっとそれの開封撮っとけばよかったなと思ったんじゃが撮ってなくて、Dグレイマンを今出てる関数全部買いました。倒れとる。なんかね、中高時代に読んでたんだけど、大学受験を機に一回読むのやめちゃって、でずっと追ってなかったんだけど、この辺ぐらいまで読んだのかな。あーまた倒れた。なんか20巻うんぬんかんぬんぐらいまで読んでて、でDグレの話をするたびに仲いいオタクが Dグレマンは今が一番面白いから今読めってすごい言われて、うっすって思って全部買いました。で記憶失ってるから1巻からコツコツ読んでて、本当は正月休み中に読み終わりたかったけど、原稿とかいろいろあって全然読めなさそう。なんか29巻の表紙にいる謎の美形の銀髪の長髪の男性が気になりすぎて買う後押しになりました。私はロン毛の美形男性銀髪白髪が世界で一番好きな生き物なので、これは買わざるを得なくて、でまだ彼が誰なのかは知らない。誰だ。あと同じく今が一番面白い黒羊の最新刊、まだ読めてないと、あとアフタヌーンで連載している君と宇宙を歩くために、これ紹介したと思うけど、それの新刊が出たので買いました。これは読みました。とても良かったです。泣いちゃうんだよなこれ系で。あとダブルはねまだ続刊が出てなくって、これは1月からアニメが始まる異国日記です。漫画がちょっとハードル高い人ぜひアニメ見てほしくって、でこれはね春田系列の漫画がすごい好きなんだけど、なんか何も知らずに表紙買いしました。1巻読んだ。面白かった。なんか香港の街並みの描写がすごいよくって、この春田っていう雑誌今まだあんのかな。その春田系列のコミックスは本当に画力がバカ高い人ばっかり撮っててすごくいいですね。確かなんかデジタルをなるべく使わないみたいな編集部の方針で手書きだった気がする。ちょっと前は。今は知らんです。これはその男女バディで男と女で2人が香港で怪異的なちょっと人外的なパワーを持つ人間たちを追って、でいろいろアクションとかが派手な感じで面白かったですね。続巻が楽しみで、これは Webtoon 経由で初めて紙を買ったすごい好きな、ちょっと2巻がね間違えて買えてなくて1巻3巻だけ買ったんだけど、
広告で見たことあると思うんですけど、私は男女もののこういうなんていうの、ファンタジーメロドラマ的なものをあんまり買うことはないんですが、古の少女漫画で育った自分を思い出しました。縦読み漫画がもともとなので紙になってちょっとやや読みづらかったんだけど、めっちゃフルカラーでよかった。オタクが好きな展開全部やってくれてるので教科書的に使おうと思います。あと同じくネット広告から、漫画を読んで買ったのが蛍の嫁入り。みんな知ってる、なんかさツイッターでバズってたと思うんだけど、並びがおかしいですね。並び替えます。でまだ読めてなくって、なんか自分だけに優しい殺人鬼って女オタクみんな好きじゃないですかみたいなのがバズってても確かにと思って、自分だけに優しい殺人鬼が出てくる話と認識している。読むのが楽しみ。アリスどこまでもという漫画5巻までしかまだ出てなくって、これ1話がネットでバズっていたので読んだことある人いると思うんですけど、このアリスちゃんという小学生、作中中学生になるんですが日本初の女性の宇宙飛行士になるまでを描いた漫画で、これすっごくいいですね。2025年の買った漫画小説ベストバイみたいな動画を別で撮ろうと思ってるんですけど、これランクインしてます。ほんまにおもろかった。泣いちゃうんですよね。子供には世界を変革する力があるっていうのがおそらくテーマの一つだと思うんですけど、自分の孤独とかを乗り越えて一つ一つ世界を広げていく子供たちの話で、アリスちゃんとこの犬星くんっていう男の子がタッグを組んで、そのアリスちゃんを宇宙飛行士にしようっていうので頑張って勉強する、計画を立てて勉強するっていうお話で、とてもいいです。なんか自分の人生に対して初心を忘れずに折れるような漫画なので、あと絵がとっても可愛いですね。これは親友からほとんど借りパクしてしまっているんですけど、お言葉っていうのがあるんですよ。裁判の最後に審判とは関係なく裁判官がする説教みたいなとこがあるんですけど、なんかそれのめちゃくちゃおもろいコメントを集めたっていう本で、いつか親友に返したいんだが最近会えてなくてずっと持ってます。あとは何じゃろうね。私ハードカバーを買ったら死刑っていう縛りを己に課しているんですけど、そのハードカバーを読むと肩が疲れるっていうのと本棚の場所を取ってしまうんですが、ちょっと負けて買いました。ナンバー6再開1、2で、1が出てた時に買ってなくって、その続刊が出るっていうことが分かってたんで、待たされるの辛すぎと思っていたんですけど、もう2が出て我慢せず買いました。でめちゃくちゃ良かったです。で普通に続刊が出るので、これから泣きながら正座して待とうと思います。ナンバー6懐かしいって感じる人いると思うんですけど、これがあれですね、ナンバー6で、子供の時に読んでいて、で手放してしまったので改めて買い直しました。で特別表紙になっていたり、いいタイミングに買ったなと思います。キスしてちょっとネタバレなんですけど、主人公2人の男性が最後にキスしてお別れして再会を必ずって言って誓って別れるんですけど、そのパターンから本当に再会すると思わないじゃないですか。ほんまに再会して、ちょっと私暴れ狂いました。あとはね、だいたいこんな感じかね。なんかもう動画を4ヶ月撮ってない間に何が起きたのか全く覚えてない。ポケモン生態図鑑とか言った？これいいんですよ。ポケモンが本当にこの世に生きているかのように錯覚できるガチの図鑑の小学館が作った図鑑なのでめちゃくちゃ良かったですね。イラストを描いている方と、そのポケモン社の中のポケモン生態図鑑を担当された社員の方が生物学かなんかで PhD を取っていて、ガチの生態図鑑になっていておもろいです。ファンタジーリアルハーフハーフっていう感じでですな。Every night I try to love, but your heart is made of stone. All my tears, they fall like rain, yet you leave me here alone. I give you all I have inside. You pretend it's all pretend. Your empty eyes, they break me down. Will this torment never end? And this pain is all I know. Hurt me more or less.
this game, my heart will lose. Change your ways or set me loose. Cold nights and colder days, living in the shadows maze. I guess I never find the light, living in this endless night. Promises you never keep, whisper lies when I'm asleep. Lonely, I'll just sit and weep. Love me now or let me leave. Endless pain, it's all I know. Hurt me more or let me go. In this game, my heart will lose. Change your ways or set me loose. Endless pain, it's all I know. Hurt me more or let me go. In this game, my heart will lose. Change your ways or set me loose. Change your ways, set me loose. Cold nights. This teasing's gonna have to stop. I'm into pleasing. This body ain't gon' stop. You got me dreaming of your kiss and touch. Can't deny the soul. In your eyes, I see that glow. Feel it in your tone. In your body, let it show. You just want the soul. Baby girl, I'll let it flow. Let it flow, let it flow. Baby girl, I'll let it. I know. Into the darkness I go. Racing the heartbeats I slow. I can't be stopped up on a road. Night road. This feeling had me hooked on spot. I'm reeling in the heart I caught. It's killing me to have these thoughts, but I'm willing to give it all I got. Can't deny the soul. In your eyes I see that glow. Feel it in your tone. In your body let it show. You just want 年末から年始にかけてありえないぐらい爆買いしたので開封の儀を行います。もったいなくて開けられなかった袋が結構あって、年始のは買ったばっかだけど年末のはもう全然熟成する前に開けます。1個目はこれは中にコートが入っている旦那さんへの誕生日プレゼントなのでまだ開けません。でとっても可愛くて男女共用で売り出されているものなので多分私も着ます。でおそらく私の方が着る回数が多くなるでしょう。シール選んでいいですよ、貼っていいですよって言われてちょっとウキウキで2個だけ貼らせてもらった。トゥモローランドで買い物なんてしないからこの青い袋を初めて見た。これは初売りのセールで半額ぐらいになってたのでうっかり買ってしまった。ワクワクする。バッグです。かわいい。白とね黒が売ってて白の方が最初可愛いなと思ったんだけど持ってみたらちょっと違ってアイボリーだったんですね。アイボリー可愛いんですけど私似合わないのでもうそれだったらと思って黒持ってみたらすごい可愛かったんで度購入の極みです。これがねこうつけられる。でカバン買うときいつもお店で荷物入れてみていいですかっつって一旦荷物全部入れてみるんだけどちっちゃい
パスケースのお財布を最近使ってて、それと文庫本とリップとイヤホンとあとハンカチ、ある時とない時があるけどハンカチが入れば良きと思っていて、これ入った感じですね。で、張りがあってすごくいいんですよ。キュッと締まった巾着の形がすごい好きで、なんかロエベが新作で出してたのも可愛いなって思ったんですけど、こちら、4、5万ぐらいのが半額になってまして、ちょっと思わず行ってしまいましたね。可愛い。マグネットで結構強めに留まる。どこのブランドのなのかはちょっとわかんないまま買ったんですけど、日本のブランドだっていうことだけ聞かされました。頑張れ国産ですね。袋断ったので直で入ってます。ニールズヤードの手洗い石鹸。ニールズヤードはですね、私がレストランでとんかつを食べ過ぎたある日、一人でとんかつを食べてたんですけど、すごく胃もたれがしてしまったんですね。で、頭も痛くなってきたし、吐き気もしてきた。うまかったのに最悪やと思って、そのビルをエスカレーターで降りてた時にすんごいいい香りがして、頭痛が引いたんですよ、吐き気も。で、何やと思ってフラフラ行ったらニールズヤードで、でもそれ以降、あそこの清潔な香りが大好きです。で、一番売れてるらしいシトラス。これもとても清潔な香りがいたしたので、良きだなと思います。アロマオイルを2つ買ってきた。これがなんかブレンドされてるリラクゼーション、リラクゼーションという香りで、この中にはレモンユーカリが入ってます。これユーカリレモン、すごいキーンとしたキーンって感じのすっきりの香りです。このリラクゼーションはすごいニールズヤードの店舗の香りがします。代表的な匂い。フランキンセンスが入ってるのかな、ちょっとわかんないんですけど、とてもいいです。多分混ぜるといい感じにさらになるので、こいつユーカリレモンとリラクゼーションを採用という感じです。パジャマにアイロンとかかけないからめちゃくちゃ隠そう、恥ずかしい。もう最近ドハマりしているスワロフスキーに参ります。これが年末に銀座の本店まで行って買ったスワロフスキーで、なんかさ、ツイッターでさ、なんかスワローがキラキラすぎて可愛いみたいな、この値段で買える輝きじゃないみたいなのがバズってた時期に、確かにって思って、なんかスワロフスキー、名前は知ってるけど見たことなかったなーって思って見たらめちゃくちゃ可愛かったので買ってきた。なんか今ウィンターセールやってていいですよ。30% オフとかになってました。で、出せばわかるんだが、スワロフスキーのめちゃくちゃいいところは、私、呪術廻戦という漫画の五条悟と夏油傑のコンビが死ぬほど好きなんですけど、ちょっとこの背後にもいるんですけど、ちょっと見切れてますね。ここは呪術廻戦コーナーでひたすら夏油と五条が。なんか、五条悟が白い紙に青い目を持ってるんですよ。見せよう。これね、私の動画のレギュラーメンバー、とても可愛いです。でゲトくんが黒がなイメージカラーみたいな、オタクが勝手にイメージカラーにしていて、この2人親友で最高の236を迎えたので、まだ読んでない人は今すぐ読んでほしいし、私はそろそろ呪術廻戦を語る動画を撮りたいと思っているけど、心がいっぱいすぎて撮れないんだが、それ置いといて、スワロンのサイトを見ているときに、そもそもなんか白銀のキラキラしい輝きがもう悟だなっていう感じではあったんですけど、もう思ってた以上にめちゃくちゃやんっていうのがあって、スワロフスキーって白鳥がモチーフじゃないですか。見てこれ。黒い白鳥と白い白鳥が絡み合ってハートを作っているんですよ。しかも白い白鳥の方がちょっと体格が大きい。原作準拠。何の話をしているのかっていうと、悟と卓の身長を調べてほしくって、それは本当どうでもいいんですけど、見た瞬間にもうこれは買わなきゃいけないと思って、買いに行きました。でさ、なんかちょっと、こっから、買いに行った日のとんでも話で苦労話をするので、どうでもいいなっていう人は2分ぐらい飛ばしていただきたいんですが、
スワロフスキーの店舗って日本全国いろんなところにあるじゃないですか。で、東京にはもうめちゃくちゃ店舗があるんですね。どのデパートにも入っとるなっていう感じだったんですけど、絶対にこれが欲しかったというか、店舗で実際見てみたかった。なんかインターネットで見るよりも実物の方が見ないとわかんないなと思って、で、見に行ったんですけど、お店がね、在庫がなかったら悲しいなと思って、インターネットで在庫を検索していったんですよ。で、それでなんかネットでなんか近所のスワロフスキーの店舗を調べる位置情報サービスでみたいなやつがやって、で、緑のランプが点灯してる、お店、つまりありますよみたいなお店が、ですね、都内がまさかの全滅で、神奈川県の川崎にしかないみたいな、ラゾーナ川崎に逆に私が欲しいやつ全部あるって書いてあって、マジでって思って、なんで銀座本店にないのに川崎にあるんやって思いながら、その日、友達と川崎まで行ったんですよ。で、その日は私は何をしてたかっていうと、朝から映画ロシアオ平戦記2を見ていて、で、その後にズートピアを見た日だったんですね。で、朝8時に新宿集合で、なんかもう終映近いのがもうロシア平戦記が朝しかなくって、その朝のロシアを決めて10分インターバル挟んでズートピア2を決めてから、8時に新宿に集合した後に川崎まで40分50分かけて移動するっていうことをして、で行くじゃないですか。で、初のラゾーナ川崎に降り立って、なんか栄えとるな、いい街だなと思ってうろうろしてたんですけど、スワロフスキーが明らかになんかちっちゃい店舗で、なんかエレベーター横のなんかポップアップベースみたいなところにスワロの常設店舗があって、でもこんな小さい店舗にこんなに在庫あるなんてパワフルなんだなって思って、店員さんにつってこれを見たいんですけどって言ったら、うちにはないですって言われて、って思って、あんなに夜中に一生懸命お店調べて、川崎にしかないって言われたのに、川崎にないってどういうことって思って、ね、よくよく店員さんに聞いたら、なんか皆さん勘違いされるんですけど、公式サイトの在庫検索で調べられるのは、なんか、インターネット注文した時に受け取りができる店舗なんですよ、みたいに言われて、って思って。でも読んでなかったわしが悪いと思ってさ、で店員さんになんかどこにだったらあるんですかって聞いたら、新宿の高島屋か銀座の本店が近いですって言われて、でもそれロシア平戦記見た後に高島屋行けばよかったやんけと思って。でもちょっと初の川崎でね、楽しんで、ファミレスみたいなところに入って美味しいハンバーグを食べて帰ったんですけど、そのファミレスもとても繁盛していて、私がウーロン茶をドリンクバーに汲みに行った時に、ウーロン茶の機械がですね、壊れまして、スカートがびちゃびちゃになったりとか、ややなんですけどね、やや水しぶきがかかってウーロン茶が飲めなかったりとか、飲めないならカフェラテでも飲むかっつってカフェラテの機械に移動したら、私の番になって牛乳の在庫が切れるっていうミラクルが発生しまして、なんかもうなんか2025年最後の役落としだね、これはって思って美味しいハンバーグを食べて、で、そのまま川崎から銀座まで行きました。で、川崎ってすごい便利なんですね。座銀というか、新橋まで、一直線なんですね。2駅とか3駅とかで着いたと思います。とてもいい街だっていうことが分かったので、いい経験だったと思います。で、銀座に行って無事にゲット。かわいい。ひっくり返っちゃった。これなんかサイズ感もちょうどよくって、大きすぎず小さすぎず、長さも調整できるので、夏も冬もなんかモコモコセーターの上からつけても大丈夫そうだったのが嬉しかったです。めちゃくちゃ可愛くないですか？ブルーのキラキラなんですよ。で、これフルエタニティなんで一周全部石がついてます。ほんまに可愛い。で、なんでこのブルーのリングを買ったかっていうと、薬指じゃあれでしたね。大きかった。でも本当に陸眼の輝きじゃんと思って、私は陸眼の輝きを身にまといし者になりました。サトルとスグルが236話で再会を果たした伝説の回を見た後に、私はこの2人の絆を永遠であれと願った指輪をオーダーメイドして作ったんですけど、それと同時につけても邪魔しない華奢なデザイン、親和性がある。これは結婚指輪なんで違うんですが、いやー、いい買い物をしたわ。超かわいい。しかも全部ダイヤモンドだったら、全部ダイヤモンドでシルバーとかだったらもう40万とかすると思うんですよ。ブランド代も加算して。でもスワロフスキーはダイヤモンドにも劣らぬジルコニアの輝きですので、安いんです。お高いけど手が届くんです。とても嬉しい。1万円台とかじゃなかったかな。かわいい。これはもうサトルとか関係なく、こじつけで考えればシルバーは全部サトルになってしまうんですけど、
めちゃくちゃ可愛いなと思って購入したネックレス。こういうベーシックめなシルバーのネックレス、実は地味に持っていないので、とてもいいなと思って買いました。この輝き。私は顔色が悪すぎて血の気が全くないので、こういうもので輝きを加えてもらおうかなと思います。これが初売りの方で買ってきたセールのスワロー。すっかり動画を撮らないうちにスワロフスキーおばさんになってしまって、毎日ツイッターのおたかでつぶやいてた時ありました。おい、これサトルじゃないかみたいなこといやー、かわいいね。リボンが結んであるような指輪です。ネックレスも可愛かったんだけど、ちょっと輝きが強すぎて、私が負けたので、スワロフスキーに人格乗っ取られると思って、やめました。指輪はまだギリ、私の方が主体だなって思えたんで、購入いたした。縦っぽい石のカッティングがちょっと大人っぽくて、この先40代とかになってもウキウキでつけられるかなと思って、爆購入。かわいい。いや、やっぱ結婚指輪シンプルなのにしてもらってよかったな。何とつけても喧嘩しないし、これちょっとサイズ違うんですけど、結婚指輪の真ん中がへこんでるデザインにしたから、真ん中にデザインがある指輪をつけてもしっくりくるというか、婚約指輪とセットにしてもいいんですよね。重ね付けできる同じシリーズのやつなんで、婚約指輪以外のとも重ね付けられる。これに関してはもう本当に旦那さんに大感謝。かわいい。感謝の政権好き。指の毛生えてる。見ないでください。ラストを飾りますのは、こちらも指輪となります。やっぱかわいいわね。これもセールで 30% オフになってて、で、このまま廃盤になりますって言われて、と思って、30% オフならちょっと左の数字変わるし、買うかと思って買いました。これは薬指サイズですね。かわいい。ルイ・ヴィトンのクリスマス限定ショッパーで、これもツイッターとかインスタでバズり散らかしてたと思うんだけど、毎年可愛いらしくて、どうやら今年もめちゃくちゃデザインが可愛いっていう。ちょっと私同人女なので、袋の紙がそもそもいいっていうのと、この辺白押ししてる上にぷっくりしてて、なんて言うんですかね、エンボス加工でしたっけ。めちゃくちゃ印刷所に課金しないとできない袋の使用をしていて大興奮で、ね、もったいなくって開けらんなくて、これは何かっていうと、クリスマスプレゼントです。旦那さんからの感謝。かわいい。やっぱラッピング可愛すぎてちょっともう開けらんないかも。もうクリスマスからずっと開けられんくて、もう中何入ってるか知ってるんですけど、一緒に買いに行ったから、もう開けます。かわいい。で、お願いしたのがブレスレット。プティルイシリーズです。これのこの華奢で小さいデザインというか、チェーンも多分ブレスレットシリーズで一番華奢ですごくいいなと思っていて、結婚するときに旦那さんの実家、私の義実家に挨拶しに行ったときに、お母さんがヴィトンのこれと同じプティルイのネックレスをくださって、ちょっとやばすぎると思って、めちゃくちゃ可愛いって思いまして、そのネックレス愛用してたんですけど、ほんと全く同じモチーフがついてるやつで、なんでせっかくだから同じシリーズのブレスレットをお願いしようと思って得ました。シルバー派なんですけど、ゴールドもやっぱ可愛い。華奢いのがいいですね。夏とか肌露出してる時につけてもいいし。以上が私の散財年末年始2025、2026。こんなはずでは。本当に労働っていう感じですね。転職してからずっとフルリモートでお家にいるので、労働っていう感じではないんですけど、前の職場が異常だったっていうのはあるが、にしてもなるべく自分で自分の楽しい生活を構築するためにも、健康で元気で好きなことをやり続けてお金がもらえたらなと思いました。以上です。Thank you!